背景に求められるスキル自体はそれほど厳しくありません。裏技が存在します。今回作業した内容を再度見てみるとこのようになっています。こんにちは。皆さんに色塗りについてお教えする講師のちゃんです。よろしくお願いします。講師を始めて5年間積み重ねてきたものをできるだけこの講座に盛り込んだので、その部分も活用していただきたいと思います。カジュアルアートでどのように色を塗るのかについてを重点的に説明していく予定です。それではすぐに始めましょう。今回扱う内容は立体的な絵。イラストに感動を与えキャラクターを美しく見せるためには現実感が必要です。そのような部分において立体的な内容と透視的な内容は必須の内容です。立体的な絵を描く場合は近景と遠景を分けます。細かく分けて配置するほど空間感を深く見せることができます。立体というのは大きな情報だと考えてください。空間感が生きた立体感のあるイラストは実際に使用されるイラストにはほとんど適用されています。その大部分がです。外注も会社も同様です。逆に言えば使う必要があるということです。今回は皆さんがすぐに絵に使えるような裏技のようなヒントもいくつかお伝えします。それでは始めます。グラデーションを一つ準備しました。この空間感を作り出す上で最も重要なのは空気色をどう設定するかです。私はこの絵の空気色を設定するにあたり夕焼けを利用しようと思います。夕焼けの中でも 2D 的な感性を活かして紫からオレンジが混ざった感性のある色で進めます。まず最初にするべきことは背景色にキャラクターを溶け込ませることです。空間色がキャラクターに反映されるように基本的なキャラクターの色もある程度変更が必要です。コントロール B で色調変更した後に背景色に合うように青と紫を少し加えます。既存のものと修正後を比べると背景にキャラクターが溶け込んでいます。キャラクターを背景に溶け込ませたらアイテムを配置して前景と遠景を人々の目に確実に見せることが重要なプロセスになります。最も遠くに使えるものは何でしょうか。夕焼けに配置した分、夜空のような部分になると思います。この後ろに星を浮かべるだけでも同じように透視を見せる一つのアイテムとして機能します。それよりも前に存在するものは何でしょうか。雲があります。空にある雲を表現することでキャラクターと背景の間に一つの層を追加することができます。他にどんな層を入れることができるでしょうか。もう一つ入れられるのは構造物のようなものです。キャラクターの周りにテラスがあるなら、テラスはこのように後ろにもあり、逆にキャラクターの前にもテラスを画面に登場させ、立体感を極限まで引き上げましょう。その方法について説明します。キャラクターよりもはるかに前に柱を一つ配置してください。このように内容を追加することが重要です。キャラクターに入っている色塗りの内容も少し変更します。後ろに引っ込んだ物体に空気色を強く反映させるほど立体感を上げる効果をもたらします。空気色というもの自体が非常に大きなデフォルメです。厳密に現実だけを考えるとこの距離にいるキャラクターの髪の毛は空気遠近法が適用される対象ではありません。これに適用されるということは、このキャラクターが巨人だということです。しかし、カジュアルアートを描く場合は、空気遠近法はイラストにかなり露骨に適用されます。つまり、これ自体はデフォルメです。繰り返しますが実際にはこうはならないということを認識して使うようにしましょう。距離が遠くなったものを中心に空気遠近法を反映させると、キャラクターが背景に溶け込むのがわかります。後ろにあるものが後ろに引っ込むように構成されたら、逆に前にあるものが前に飛び出すように構成することも重要です。これはドローイングの内容と連動します。前に飛び出している髪の毛を利用して遠近感をさらに極大化させます。まず最初に近景にある髪の毛を選んでその場所に貼り付け、歪ませます。近景にある物体は歪んで見える錯視現象を持っているからです。これをひねって見せることで既存のものと比較すると遠近感が強くなるのがわかります。このように単に曲げるだけでなく近景に飛び出しているように見せる方法が2つあります。1つ目は飛び出すものほど目の後ろに行くことです。目の後ろに行くとそのものは見えなくなります。見えないということは黒くなることを意味します。近景に飛び出したものを描くときに真っ黒に描写するのをイラストでよく見たことがあると思います。視線のすぐ前に指を置くと遠くを見るときよりも暗く感じるのと同じだと思ってください。このように演出した後にフィルターからブラーのガウシアンブラーでぼんやりと表を表します。立体的な感じをさらに活かすことができます。同様に遠くにある物体にもそのまま適用されます。立体感のある絵はこのように特定の部分をぼかして立体感を極大化する演出が多く使われます。このように選択して一緒にガウシアンブラーをかけるとこのように適用されます。このように焦点が合っている部分と合っていない部分のぼかしを調整して
立体感を活かすことができました。背景の物体にも同じケースを適用できます。この柱の縁部分は彩度を高く設定します。中央部分は、先ほど説明したように黒くなる現象を利用しましょう。影のように見えるように利用して光が後ろから来ていることを示します。この柱はその光よりも前、私たちの目に最も近い存在であるという認識を与えるために暗く塗ります。距離が近くてブラーがかかった髪の毛より近い物体として配置します。髪の毛を覆う部分があるように、要素の位置を修正することができます。これもガウシアンブラーを活用して、最大限近景にあるように見せることができます。近景にある物体はどうするかというと、対比を大きく設定し、少し暗く設定すれば、透視感を最大化して描くことができます。この演出はイラストを描くときに非常によく使われます。キャラクターにはエアを一つ作成してクリッピングをします。前の物体と同様に後ろから来る光をグラデーションを通して、オーバーレイレイヤーで活かしましょう。前に突き出た物体もある程度空間色の影響を受けます。このように強い黒ではなく紺色を少し反映させるだけでも空間をはるかに強く感じることができます。遠くにある背景の物体も同様に作業してください。このように背景色がしっかりと溶け込むようにカラーを指定して描写することができます。距離が遠い物体であるため対比を強調して描写する必要がありません。実際、イラストを描くにあたって背景に求められるスキル自体はそれほど厳しくありません。裏技が存在します。近景と遠景のアイテムを適切な位置に配置し、そのアイテムを配置したものを利用します。距離感を極大化させることでイラストに多くの情報を詰め込む基盤を整えます。すでにこのイラストでは近景と遠景のアイテムが極端に目立つように配置されているため、さらに華やかになる準備ができています。華やかにするというのはどういうことでしょうか？それは、いろいろなエフェクトを追加したり追加の背景ものを入れたりすることです。近景と遠景のアイテムを配置し、その内容の透視感を直接的に見せる演出があります。縁の部分を少しぼかしたりして彩度を上げることもあります。そして、空間色を強く入れて背景に溶け込ませるなどを活用して、距離感を確保していくことが重要な内容として絵に適用されます。逆に、このような内容だけでも絵は十分に充実したものになります。ここまでの内容を以前のものと比較して分析してみましょう。最初の内容と今の内容の違いを確認しましょう。空間にキャラクターがしっかりと溶け込んでいる感じがしますか？また、キャラクターが空間に溶け込むことで情報が極端に増えたこともわかります。これが立体的な絵の最大の利点です。こんにちは。複数のキャラクターが入るイラストの実演の時間です。私が直接作業する形でお見せし、途中でコメントも入れながら進めます。私がイラストを描くときにどのように描くのかを学びたい方々、つまり、私というイラストレーターのスタイルを学びたい方々のニーズを満たせるように、私の作業動画をできるだけ長く収めるために、セクション4を用意しました。それでは、本過程を始めたいと思います。ここに複数のキャラクターが入っているイラストを一つ用意しました。一般的に外注の作業をするようになった場合、最もよく出会うイラストのケースです。3人以上入っているイラストです。少し単価が高いイラストの場合、5人から6人まで増えることもあります。複数のキャラクターが入るイラストの難しい点は何でしょうか？キャラクターイラストではキャラクターをまず見ますから。私たちは、の中で強弱を調整しながら、テーマやサブテーマ、サブなどを設定していく必要があります。複数のキャラクターの場合、それをキャラクター単位で行う。つまり、このようなイラストの場合、中央にいるこの白髪のキャラクターがテーマで、残りのこの子がサブテーマで、後ろにいる子がサブです。このようにテーマとサブテーマを分けられる必要があります。しかし、それだけではいけません。以前、強弱について学んだ時に、強弱の中に、さらに別の強弱が入ると学びました。つまり、このテーマの中にまたテーマと、サブテーマに分けて入れる必要があります。このように強弱調整を何層も重ねて入れる必要があるので、スケールが大きいイラスト、背景とキャラクターが入るものは難易度が高くなると考えてください。あえてこんな当たり前の内容をお話しする理由は、多くの皆さんがこのようなイラストをあまり練習しないからです。どんなイラストを描きたいのか、どんな外注を受けたいのかと聞くと、10人に聞けば10人が、ローディングイラストを受けたいと答えます。しかし、その中で、複数のキャラクターが入るイラストを何回描いたことがあるかと聞くと、描いたことがないと答えるか、縦長のキャラクターが少し見える程度のものしか描いたことがないと答えます。しかし、実際に使うときは、横長にキャラクターや背景が入るようなイラストが多く使われるので、こういったイラストをぜひ一度は描いてみてほしいです。多少、絵を描いた経験がある方なら、本講座で私が作業する姿を見ながら、キャラクターが複数入ったイラストを構成からやってみて、実際に一度描いてみることをお勧めします。
私は自分のイラストで、まずカラーを主体にしたいと考えています。基本的にイラストの第一印象は、カラーが綺麗だと思ってもらいたいのです。気持ちの良いイラストにしたいと思っています。気持ちの良いイラストとは何かと聞かれると、私はいつもこう答えます。一目で自分が表現したかったことが伝わる。すっきりとしたいです。その中に少し親しみやすさも感じられることを望んでいます。つまり、人々が感じる感情をイラストに込めたいと思います。現実的すぎる色をそのまま使ったり、あまりにも過度に感覚的な色を使うよりも、多くの人が感じるイメージの中のカラーを、イラストに込められる最低限の説得力とともに、表現していくことを目標としています。つまり現実の色よりも 20% ほどファンタジーを追加した色を使います。それでは本格的にカラーリング作業に入っていきましょう。それでは始めましょう。今回作業した内容を再度見てみるとこのようになっています。実際の作業時間は1時間45分くらいでしょうか。約2時間くらいですが、その時間で作業してこのくらいです。ここまでで今回の講座を締めくくりたいと思います。次回、最後の第20講でお会いしましょう。お疲れ様でした。